綾乃の部屋に入ると、ベッドには下着姿の柊君とシーツ1枚だけをまとった綾乃の姿があった。綾乃は泥棒猫のくせに玄関の扉がどうのこうのって文句をつけてきたけど、柊君が割って入って弁解を始めた。まあちょっと待ってくれキサラ。こうなったのは俺にも原因が。悪いのは柊君の弱みにつけ込んで誘惑したこの泥棒猫だから。弱みって？仕事してなくてお金がなくなったんだよね。あれ、そんな話キサラさんにしましたっけ？そう、綾乃には相談するのに私には隠すんだね。でもこの泥棒猫がお金の話をちらつかせて柊君を誘惑したのは許せないことだけど、私じゃなくて綾乃に相談したのは私が柊君に信頼されてないから。柊君にとって物足りない女だから。私きっと心のどこかで記憶を失っているからしょうがないって思ってた。それでも優しくしてくれる柊君に甘えてた。だけど柊君の気持ちをつなぎ止めておくためには、2人の生活を守るためには、本当は私がもっとちゃんとしないとダメだったんだ。でももう手遅れなんだね。お金がなくてもう生きていけないなら仕方ないね、柊君。なんでしょう。2人で一緒に天国へ行こう。私がこの剣を使って苦しまないように一瞬で。待ったちょっと落ち着こうよキサラさん。確かに金がないのは事実だけれども、でもそれは下請け仕事をやれば解決できることだから。あれ？何？柊君と綾乃がスマホを確認して大麻局とか入札とかって話してる。入札？何の話？いや、仕事のね、入札のお知らせが。仕事？いやまあ多分悪魔退治の話だから俺は受けないし、これは気にしなくていいっていうか。悪魔退治？そう、その話も私は柊君から聞いていた。私が柊君と契約を交わして一緒に悪魔つきと戦うお仕事をしていたこと。そして契約の代償は柊君、その仕事受けよう。はい？あの後柊君は私と一緒に仕事することを承諾してくれた。そして入札でお仕事を落札し、今私は悪魔つきが出たっていう建物の中にいる。現場は警察の人たちが封鎖していて取り残された人はいない。私は柊君と二人っきりで悪魔つきの元へ向かっている。なあキサラ、どうして急にこの仕事を受けようって言い出したんだ？生きていくためにはお金が必要だから。はい、それは全面的にその通りでございますが、でもそれは綾乃さんから下請けの仕事を回してもらえば俺だけでどうにかできるんだけど。お金がなくなるたびに綾乃を頼るってこと？やっぱり私が信頼に値しない女だから。いやそういうわけじゃなくて、さ、俺はお前にはこういう危険なことに関わってもらいたくなかったんだ。以前お前は自分の記憶を全部捧げてまで俺のために戦ってくれたんだ。もうそんなことはさせられない。っていうか俺がさせたくない。柊君はやっぱり優しい。以前の私はちゃんと大事にされてたんだ。そして今の私も大事にしてくれてる。でもだからこそこれからは私がちゃんとしないと。大丈夫、そこまで無理はしないよ。
だけど。お金が必要なのは事実だし。はい、それはそうなんでございますが。綾乃に頼るくらいなら私を頼ってほしい。これからはもっと頼ってもらえるような女になるから。え？お金が足りなくなったら私が一緒に稼ぐし、そうならないようにこれからは預金額とか会社の収益なんかも私がちゃんと見るようにするから。あれ、そういう話になります？来た。まだ距離はある。今のうちに。じゃあ柊君。柊君の話では私と柊君の契約は儀式が簡略化されてる。その方法はキスでいいんだよね。言っとくけど、契約書を勝手に書き換えてやり方をキスにしたのはお前だからな。そこは以前の私を褒めてあげたい。契約が完了した直後は俺の意識が飛んで記憶が混濁しちまうから、今がどういう状況なのか俺の手に書いておいてくれ。それから牙を一本俺の口に含ませておくことも忘れるな。そいつが切り札になる。分かった。じゃあ行くよ。ああ、ちょっと待った。何の記憶を使うのか決めておこう。そう、契約が結ばれる時消費されるのは記憶だから。私はこの仕事を受けようって言ったんだよ。柊君大丈夫。どの記憶をもらうかはもう決めてあるから。え？あ、もしかしてお前。そういえば契約のキスをするのはカンナと戦った時以来だね。柊君が意識を失って、私は久しぶりに悪魔の姿になった。あの程度の相手なら柊君からもらう記憶はこれだけで十分。柊君と綾乃の昨日の夜の記憶、奪うのはこの記憶って最初から決めてた。そしてその記憶は今私の頭の中にある。これで昨夜のことはもうなかったことになった。柊君に綾乃からの借りなんて作らせない。もうあの女には手出しさせない。これからは私が柊君を支える。お金のことも私が面倒を見る。柊君との生活は私が守る。そう、どんな手を使ってでも。